こんにちは、近藤美蔵です。愛の統合シリーズの2回目の今日は、愛のトラウマを癒す 7V ヒーリング法についてお伝えしていきます。今日はこのような流れでお話ししていきます。それではシリーズ中継、スタート。トラウマとは心の傷です。それを自分の力では乗り越えることができない大きな傷。トラウマには様々な種類があり、その多くが愛の領域に影響を及ぼしています。いじめ、虐待、DV、ハラスメント、性被害。子供の頃に愛情を受けずに育ったり、両親の離婚や家族間の不調和、愛する人の死や愛する人の裏切りなど、また今世の出来事だけでなく、過去世の領域から潜在的に愛の恐れを持ち越している場合もあります。トラウマが意識の表面に現れてきたとき、すべてが闇に落ちたように感じるかもしれません。しかし、それは人生の節目に起こるテストかもしれません。私たちが人生の体験を通して学び成長しながら登っている階段は、通常の階段と違ってこのような形になっています。次のステップに上がる前に、一度急下降してから上昇する。この時、トラウマを克服することが課題として現れることが多く、それを乗り越えた時、一つ上のステージに上がります。ではなぜステップアップする前に急下降しなければならないのでしょうか。それは私たちの魂の枠を大きくするためです。この世の中が陰陽のバランスで成り立っている以上、上にある領域の分だけ下にも領域が存在します。私たちが今の自分よりもさらに大きな自分となるとき、魂の枠を広げるために人生の上下の振り切りが一気に起こるのです。トラウマを克服する理由とその意味はご理解いただけましたでしょうか。そしてもう一つトラウマと向き合う重要な理由があります。それは無条件の愛の学びです。トラウマは自分の中にある最も大きな恐れです。そこに向き合うとき、愛から最も遠ざかった世界にいるように見えますが、掘り下げるほどに愛に近づいていきます。陰陽のマークの対極図を見てみましょう。これは陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じることを意味していて、万物の陰陽が表裏一体であることを表しています。陰が極限にたどり着いたとき、陽が開くということは、恐れの極限にたどり着いたとき、無条件の愛が開くことを意味しています。なぜなら、無条件の愛は、恐れの反対側にある愛の極限にあるからです。トラウマになるほどの大きな愛の恐れを体験することは、
無条件の愛を開くために必要な過程であり、逆に言えば、その体験がなければ無条件の愛を開くことはできないのです。それではトラウマの癒しにつながる7つの部位をご説明していきます。1番、脳。トラウマに関連する部位として一番重要な場所は脳です。各部位から送られてきた信号は脳の中で認識されるからです。脳の中でトラウマの情報をインプットしている部位は前頭前野や海馬、扁桃体などですが、この方法では脳全体をフォーカスしてヒーリングしていきます。2番、目。トラウマの体験の多くは特別な場合を除いて視覚から入ってくることが多いと思います。目から入ってきた情報は大脳に伝わり、さらに感覚野から扁桃体に伝わって恐怖反応が起こります。目にトラウマの情報が残っている場合、見えるものに過剰に反応したり、目に機能障害が現れたりします。3番、耳。トラウマが生じた時の言葉や音が入ってくる耳もトラウマに関係する部位となります。音の情報は内耳から聴神経に伝達して大脳で認識されます。耳にトラウマが残っていると音に過敏になったり、耳に機能障害が現れたり、聴力が低下する場合もあります。4番、喉。トラウマが生じた時の言葉を飲み込んだり、表現することを押し込めている喉もトラウマに関係する部位です。特に喉にある甲状腺はストレスとのつながりが密接で、免疫低下や自己免疫疾患を引き起こしたりします。5番、胸。胸はハートチャクラがある場所で、感情レベルの中枢であり、愛のセンターです。また、心臓には約4万の複雑な神経ネットワークがあり、心臓は常に脳に情報を送っています。胸の領域にトラウマが残る場合、心臓や肺などにも機能障害が現れます。6番、みぞおち。みぞおちは第二の脳と呼ばれる太陽神経層やストレスの影響を受ける胃腸があります。太陽神経層はみぞおちのあたりに密集した神経が太陽のように見えることから名付けられたと言われていますが、その名の通り内なる太陽であり、自分自身の魂の光を放つ場所です。トラウマと向き合っているとき、この内なる太陽の光は陰ってしまいます。7番、生殖器官。ストレスによって性ホルモンに影響が出たり、性機能低下が起こるように、生殖器官はトラウマに深く関わる部位です。そして精子や卵子が生成される子供を生み出す源であり、愛の交流が直接行われる場所であるため、生殖器官は特に愛にまつわる恐れが蓄積しやすい場所です。それでは7つの部位からアプローチする7部位ヒーリング法についてご説明いたします。この手法は手を使ったハンドヒーリングの技法で行います。手から流す色は今回マゼンダ色を使います。マゼンダは愛の周波数と浄化の周波数の両方を持ち合わせた色です。
8番、両目に手を当てて、視覚の領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、目から脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。2番、両耳に手を当てて、聴覚の領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、耳から脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。3番、両手を重ねながら喉に手を当てて、喉の領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、喉から脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。4番、両胸に手を当てて、心臓を含む胸の領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、胸から脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。5番、みぞおちに手を当てて、太陽神経層や胃腸を含むみぞおちの領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、みぞおちから脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。6番、女性は子宮のあたり、男性は前立腺のあたりに手を当てて、生殖器の領域に残るトラウマを癒すように、マゼンダの光を流します。そして、生殖器から脳までの回路をきれいにするように、マゼンダの光をさらに脳まで流します。7番、脳を挟むように、額と後頭部に手を当てて、他の部位から送られてきたトラウマの情報が、恐れから愛に変換されることを意図しながら、マゼンダの光を脳全体に流します。8番、額と後頭部に手を当てたまま、脳の中に満ちたマゼンダの光をすべての部位に流していきます。脳から目、脳から耳、脳から喉、脳から胸、脳からみぞおち、脳から生殖器へ、そして7つの部位がマゼンダに輝きながら、愛の恐れが癒されて調和していることを感じます。9番、アファーメーション。私は今、私の中にあった恐れを愛に変換しました。恐れから愛を学んだ私は、さらなる愛の存在として、ここに輝きます。トラウマに関わる7つの部位は以上ですが、その他にもトラウマが生じた状況によって、トラウマを残している部位がある場合もあると思います。例えば、いつも親に頭を叩かれていた場合には、頭部に、背後から何かが起こった場合には背中側など、7
つの部位以外にも必要と感じる場所があれば、その部位も合わせてヒーリングを行ってください。ハンドヒーリングは人間の持つ本能的な癒しの力を使うもので、誰でも手を当てるだけでヒーリングを行うことができます。そして繰り返し行うことで、ヒーリング力は強く精妙になっていきます。ということで、今日の話はこれで終わりです。このヒーリング法は愛の恐れのみならず、様々なトラウマの癒しにも使えますので、応用して使ってみてください。ヒーリングの経験のない人は、はじめ使いにくく感じるかもしれませんが、慣れてくると簡単で効果的にヒーリングを行えるようになります。また、この 7V ヒーリング法は、後日実践動画をアップしたいと思います。それでは、私有中継を終わります。